今から約40年ほど前、現在と比べ NBA は全く人気ではありませんでした。その盛り上がりが最高潮に達する NBA ファイナルでさえ、当時は生放送がありませんでした。ですが1979年に NBA にやってきたアービン・マジック・ジョンソンはファンを沸かせるプレーの連続でショータイム・レイカーズと呼ばれたレイカーズの黄金期を築き、彼の生涯のライバルであったラリー・バードとの死闘は NBA ファンに熱狂をもたらし、後にジョーダンがシーンに加わり NBA の盛り上がりが最高潮に達していく中で、32歳の若さで突然の引退、世界に衝撃を与えました。今回はそんなマジック・ジョンソンの激動の人生について語っていきたいと思います。はい、どうもバンバです。皆さん、ついにこのチャンネルがチャンネル登録5万人を達成することができました。イエーイ。いつも応援してくださり、コメント欄でもたくさんのバスケ愛をありがとうございます。バスケを普段見ない方からの質問にも視聴者の皆さんがちゃんと答えててくれたりして、皆さんのおかげでここまで大きくなることができました。ありがとうございます。5万人を記念してエアジョーダン3を視聴者の方1名にプレゼントしようと思います。応募方法はめんどくさいのが嫌いなので、次回の動画前にチャンネル登録してくれてた方ということで、5万何人になるか分かんないですけど、サイズは28でプレゼントしようと思います。では、今回もサムネイルに協力してくださったエレック・ペンゴーさんです。バスケの絵を中心に素晴らしい絵を描いているので、皆さんもぜひチェックしてみてください。アービン・マジック・ジョンソンは1959年、ミシガン州ランシングという小さな町で9人の兄弟姉妹に囲まれて育ちます。大家族で貧しかったため、服は全て兄のお下がり。他の子のように着たいものを着れない貧しい生活でした。そんな生活の中でも彼は母親から楽しむこと、笑顔でいることを、父親からはバスケットボールを、そして努力し続けることを教わりながら、彼は人間として、そしてバスケ選手として成長していきました。当時の人種の融合を目的とした政策で、彼はほとんどが白人の高校に進学し、そこでは初め人種差別を経験しますが、自らのプレーで彼らを認めさせると、次第にチームのリーダーとして成長していき、この頃にその魔法のようなプレーからマジックというニックネームで呼ばれるようになりました。しかしプレイヤーとしての階段を上っていく中、彼の親友であったレジー・チャスティンが交通事故で亡くなってしまいました。レジーはポイントガードをプレーしており、彼はパスの技術をマジックに教えた人物でもありました。あまりのショックに自室で泣き明かしたと語るマジックでしたが、ただでさえ白人が多くを占める学校の中で、マジックにとって唯一無二の黒人の親友であった彼の存在は大きかったのでしょう。マジックはチームを州のチャンピオンに導き、レジーに勝利を捧げました。亡くなったレジーの思いも背負ってプレーしようと、彼の存在はマジックがフォワードの身長でありながらポイントガードでのプレーにこだわる理由の一つでもあります。マジックはミシガン州立大学に進学し、1年目からポイントガードとして大活躍して全米中の注目を浴びます。その頃インディアナ州立大学では彼の往年のライバルとなるラリー・バードが平均30得点をして彼と同じレベルで全米中の注目の的となっていました。マジックにとって2年目のシーズンに彼はミシガンステートを決勝戦にまで導き、ラリー・バードのインディアナ州立大学と対戦します。インディアナ州立大学はシーズン無敗。それでもトーナメント開始時にはマジックの方がバードよりも上のプレイヤーと見られていましたが、決勝で対決する頃にはトーナメントでの大活躍からバードの方が上のプレイヤーと見られていました。当時アメリカの大学バスケは現在のように国民的に人気ではなく、放送も少なく全く盛り上がってはいませんでした。しかしマジックとバードは2人とも地元の小さな大学を選んだプレイヤーであり、同時に大学バスケ界最高のプレイヤーだった2人の対決は今までバスケすら見なかった人でさえ、これをきっかけに大学バスケのファンになるほどの注目度を集めていました。試合が始まるとミシガンステートはバードをダブルチーム、トリプルチームで封じ込め、バードのワンマンチームであったインディアナステートは苦戦を強いられ、マジックは優勝を成し遂げます。しかしこれで2人の対決が終わりでないことは皆理解していました。この2人の関係性は次のステージに移り、 NBA をも盛り上げていきました。1979年のドラフトで1位指名権を獲得したレイカーズはマジック・ジョンソンを指名。マジックは子供の頃から尊敬していた NBA で歴代通算得点1位の伝説のビッグマンカリーム・アブドゥル・ジャバーとプレーする機会を得ます。カリームは当時低迷しつつあったレイカーズを支えてきたプレイヤー。マジックは NBA のデビュー戦でブザービーターを決めたカリームに興奮して抱きつき、そんなレジェンドとプレーできる喜びを全身で表現していましたが、カリームは試合後にまだシーズンは81試合残ってるとプロとしての心構えをマジックに説きます。明るい性格のマジックに対し、敬虔なイスラム教徒であり寡黙でシャイな性格のカリーム。真逆のような性格の2人ですが、この2人は完璧にお互いを埋め合う存在となり、レイカーズの歴史を塗り替えていきます。
マジックのコート上での魔法のようなプレーと感情を表現する姿は弱体化し始めていたレイカーズに感動と興奮を蘇らせ、小さいプレイヤーが本来務めていたポイントガードのポジションに206センチの大型ポイントガードとしてリーグに革命を起こしました。マジックはルーキーシーズンからいきなりチームを NBA ファイナルにまで導きます。ファイナルの相手はセブンティシクサーズ。カリームの大活躍もあり、レイカーズはゲーム5に勝利して3勝2敗と王手をかけますが、その試合で怪我を負ったカリームがシーズン終了となってしまいます。レイカーズのナンバーワンスコアラーであり、大黒柱のビッグマンを失ったことはあまりにも大きく、3勝2敗のリードはもはやないようなものだと思われていました。絶体絶命の中、マジックは次の試合でポイントガードではなく、ジャバーが務めていたセンターのポジションで試合に出ることを決意し、相手のシクサーズを、そして全米を驚かせます。レイカーズにとって最も重要な試合で、当時の自己最多であった42得点に加え15リバウンド7アシストという歴史的なパフォーマンスを披露。シクサーズは全ての策を使いましたが、マジックを止めることはできませんでした。マジックはファイナル MVP に選ばれ、レイカーズをカリーム抜きで優勝に導きます。4年間の間に高校、大学、NBA の全てのレベルで優勝。ルーキーシーズンにファイナル MVP、 口にするだけで信じられない話です。マジックはルーキーシーズンから今でも語り継がれるような伝説を残しました。歴史的なシーズンを送った後、マジックは怪我やヘッドコーチとの関係性で苦しみます。計算されたオフェンスを重視するヘッドコーチのポール・ウェストヘッドは、速攻を得意とするマジックのプレースタイルを抑えつけていました。自分らしくプレーできずバスケを楽しめなくなっていたマジックは、3年目の81、82年のシーズン、ついにレイカーズにトレードを要求します。結果ウェストヘッドは解雇されますが、就任1年目に優勝を成し遂げたコーチがわずか3年で解雇されるという異常事態となり、マジックは初め批判の的となりましたが、彼の後任にマジックの最大の理解者の一人となるパット・ライリーがヘッドコーチに就いたことは、マジックのキャリアにおいて重要な出来事でした。ヘッドコーチに就任すると、ライリーはオフェンスを速攻を中心とする以前のスタイルに戻していき、それに伴いマジックは水を得た魚のように天才的なプレーメイク力をさらに開花させていきます。トラブルがありながらもマジックにとって3年目のシーズンにはプレーオフ無敗で NBA ファイナルにまで進出。再びシクサーズが立ちはだかりますが、4勝2敗で勝利。マジックは2度目の優勝、ファイナル MVP 選出を果たします。完璧な形で3年目のシーズンを終えると、翌シーズンにはジェームズ・ウォージーがチームに加入。マジックと共に速攻を走り、ショータイムとまで言われたショータイムレイカーズを支えました。このシーズンから2シーズン連続でマジックはリーグのアシスト王に輝きます。そしてついに1984年のファイナルでは、ボストンセルティックスのラリー・バードとの大学以来となる頂上決戦が実現。ゲーム1にレイカーズは勝利しますが、セルティックスはゲーム2に勝利。ゲーム3にレイカーズが勝利すれば、ゲーム4ではセルティックスが勝利。お互い一触即発の状況になる場面もありながら、どちらも一歩も譲らず、試合はボストンでの最終第7戦へ。この試合でマジックはシュート成功率を 35% に抑え込まれ、7つのターンオーバー。3点差を追う残り時間少ない場面で、セルティックスのデニス・ジョンソンにボールをスティールされるという痛恨のミスを犯し、レイカーズはセルティックスに3勝4敗で敗れ、バードは自身2度目の優勝を成し遂げ、マジックの優勝回数に並び、何より大学時代に負けた屈辱を NBA で初の2人の優勝争いを制して、マジックにリベンジを果たします。わずかの差で優勝を逃したレイカーズは、これで過去のファイナルで8回連続でセルティックスに負け続けていました。レギュラーシーズンはセルティックスとの2試合と残りの80試合と表現するほど復讐心を燃やしていたレイカーズは、翌シーズンの84、85年のシーズン、セルティックスに次ぎリーグ2位の成績でシーズンを終え、両チームは再び NBA ファイナルに進出します。しかしボストンでの第一戦でレイカーズは114対148の大差で敗れてしまいます。お前らそれでも男か？悔しくないのか？悔しいです。屈辱的な敗戦の後、ヘッドコーチのライリーはこの試合のビデオを見せて選手たちを叱咤し、彼らを奮い立たせます。完全に気持ちを入れ替えたレイカーズは続く5戦で4戦を勝利し、見事セルティックスを倒し優勝を勝ち取りますが、このシリーズでは当時38歳のカリーム・アブドゥル・ジャバーが大活躍。間違いなくカリームのパフォーマンス抜きでは同じ結果にはなりませんでした。マジックはレイカーズでのカリームの最初の優勝を助け、カリームはバードへの復讐心に燃えるマジックを助けました。3度目のチャンピオンに輝いたマジックでしたが、翌シーズンにはバードが優勝し、自身3度目のリングを手にして、またしてもマジックの優勝回数に食らいついてきます。同じ年に NBA にやってきて、お互い3度の優勝を誇り、ファイナルでの直接対決は1勝1敗。互角と見られていた2人は、1987年の NBA ファイナルで3度目の直接対決を繰り広げます。バードが勝つのか、マジックが勝つのか。この2人のライバル対決
決は当時の NBA ファンを熱狂させました。2勝1敗で先にリードを奪ったレイカーズでしたが、第4戦には苦戦し、残り時間7秒、1点差を追う展開に。マジックのキャリアで最も大きなショットだったというカリーム直伝のベビーフックでレイカーズはリードを奪い、同点を狙ったバードのシュートは外れ、第4戦に勝利。この1勝はシリーズの流れを大きく変え、レイカーズは続く第5戦にも勝利し、マジックはバードとの直接対決を制して4度目の優勝を果たします。彼のライバルは惜しみない称賛を送りました。絶対にお前だけには負けたくないという気持ちは間違いなくお互いを高め合っていました。初めは敵対し合っていた2人ですが、コートを離れれば彼らは親友になっていきました。翌シーズンはマジックとも仲のいいアイザイア・トーマス率いるバッドボーイズ・ピストンズを破り、バックトゥーバックで優勝を果たします。91年のファイナルでは当時初優勝に飢えていたマイケル・ジョーダンと対戦。マジックとレイカーズは敗れたものの NBA の盛り上がりは最高潮に達していきました。そんな中、32歳の若さでマジックは突然の引退を発表します。Because of the HIV virus that I have, I will have to retire from the Lakers. 当時の人々の頭の中では HIV はドラッグや同性愛、売春に結びつけられており、実際はどこに行っても女性に囲まれた生活の中で避妊具なしでの性行為からこの結果に至ったことをマジックはカミングアウトしますが、完全無欠のスーパースターであった彼のイメージは崩れ落ちてしまいました。現在のようにエイズの治療に関して進んだ医療も存在しておらず、マジックは近いうちに間違いなく死ぬ。当時の誰もが思った瞬間でした。マジックが最初にその事実を伝えた選手はバードでした。バードは人生で初めてバスケットボールをする意思を失ったとまで言いますが、怪我だらけの体で彼がプレーし続けてきた理由はマジックと再びファイナルで競い合うことを願っていたからでした。それでもマジックの人気は凄まじく、シーズンに1試合も出場していなくても1992年のオールスターにファン投票で最多得票を獲得し復帰を果たしますが、カール・マローンやマーク・プライスなどのプレイヤーは彼の復帰に反対します。HIV の影響でもう輝いていたマジックの姿は見れないのだろうかと心配される中、オールスター MVP を獲得する大活躍を見せたことや、チームメイトが彼に惜しみないハグを送ったこと、そして同年の夏にアメリカ代表ドリームチームに選ばれ大活躍を見せたことは、エイズに対して人々が偏見を改めていくきっかけとなりました。この病気の深刻さを本当の意味で人々が理解するためには誰かが顔にならなければいけない。現役を引退したマジックはエイズという病気に立ち向かうリーダーとして活動し始めます。神は一番正しい人間にこの病気を授けたとマジックは語りますが、彼自身による HIV についての多くの啓蒙活動によりプレイヤーや関係者、そして世間の認知も深まり、ついに1996年現役復帰が実現します。シーズンを終えると若いプレイヤーの成長を邪魔しないようにと正式に現役を引退し、レイカーズの新たな歴史が幕を開けていきました。そして2002年、往年のライバルと思い出を振り返りながらマジックはバスケットボールの殿堂入りを果たしました。キャリアのどの局面をとってもリーダーであり続けたマジック・ジョンソン、実力はもちろんですが、彼とバードの活躍がなければ現在の NBA の人気はなかったであろうほどのインパクトを考えると、間違いなく歴代最高のポイントガードだったと思います。ぜひコメント欄でマジックを生で見れた方は特に当時の思い出を語ってくれたら嬉しいです。それじゃあ最後まで見てくださってありがとうございました。前回のハードバイの動画にはたくさんの面白いコメントをいただきましたが、その中でも気になったコメントが一つ。いや、動画の内容全く関係ないけどいいコメントしてるオーラが漂ってるっていうね、ペニーのバスケセンスばりのお笑いセンスを感じたので選ばせていただきました。初の1万高評価いった動画でもあったので嬉しかったですね。押してくださった皆さん本当にありがとうございました。それじゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイキーン。